今日は簡単にできるお赤飯をご紹介したいと思います。レンジでパパッとできるのでおすすめです。お赤飯ってやっぱり食べたいなと思ったらすぐ食べれないメニューじゃないですか。でもこのやり方だったらトータルで約50分ぐらいでお赤飯ができます。美味しいお赤飯が今日食べれるわけですよね。それがこのレンジお赤飯の魅力ですね。レンジで作ったとはちょっとね思えない納得のいく美味しさだと思います。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは、お彼岸ということでして、お彼岸といえばですね、おはぎ、それからお赤飯を皆さん食べたりお供え物したりすると思うんですけど、今日は簡単にできるお赤飯をご紹介したいと思います。レンジでパパッとできるのでおすすめです。じゃあ早速作っていきますが、材料ですね、まず小豆もしくはささげ、どちらかの名前で、スーパーなどで手に入ると思います。それからお水、僕が好きなんでごま塩、これお好みです。でもち米ですね。あと炊く用のお水はまた別で用意するんですけど、トータルで約50分ぐらいでお赤飯ができます。はい、そういうレシピですね。じゃあ早速作っていきますね。まずもち米さっと洗います。さーっと濁りが薄くなってくるぐらいでいいですね。こんなもんでしょうかね。はい、洗ったらボウルにお米を入れて、でお水つけて浸水しておきます。たっぷりのお水でねこのまま浸水させておきますね。そしたら次にささげもしくは小豆を入れて 500cc のお水加えていきます。これで火にかけてまず沸騰させて、はい、沸騰したら弱火にして吹きこぼれないように気をつけながら蓋をして、これで15分煮ていきます。で通常の作り方であれば、小豆の下茹でをする際にアクが出るので一回ここで茹でこぼすんですね。で僕は茹でこぼす必要ないと思うんですよ。今市販の小豆でもしくはささげでそんなに煮汁に熱い感じないんですよね。だからこのまま使っていけると思うんですよ。で僕自身はそうしてます。なのでまずそこでね通常のお赤飯の作り方とはちょっと簡易的になってるっていう感じですかね。じゃあ15分経ったので蓋を外して、この状態で、ちょっと色を出したいんですね、この煮汁の中に。でもまだ、小豆は硬いんですよ。この状態であと15分蓋を外して15分煮て、水蒸気でどんどん飛ばしていく感じですね。で火加減はやっぱり弱火がいいと思いますね。はい、はい、さらに15分経ったのでこのぐらいもう水分が減ってる状態ですね。そしたら火を止めて小豆とこの煮汁を分けます。ちょっとざる使ってざーっと。小豆このまま置いとく。で同時に、今30分ぐらいもち米浸水してるんですけど、これも水からあげます。水切ってちょっと大きめのボウル用意してですね、ここにまずもち米入れので茹でた小豆入れので最後に煮汁なんですけど、もち米2合分なんで同量の 360cc で炊きたいんですね。これ今熱々の状態ですね。でこれで炊いちゃうと炊きムラできちゃうんですよ、熱すぎて。で煮汁が多分この時点でですね 200cc あるかないかぐらいだと思うんですよ。でこれを水で割ります。普通にお水で割っちゃいます。薄めるという意味と、同量のお水にするという意味両方ですね。で 360cc まで計量します。360cc ぴったりになったらこの煮汁とお水合わせたものをこの中に加え、でこれでラップをし
ぴっちりしたらこの状態で600ワットで20分かければ炊き上がりです。入れていきますね。はい、レンジになったので取り出していきますよ。すっごい熱いですからね。ただもう外から見るとね、もう完全に水分吸ってる状態ですよね。そう、これね熱いんで気をつけてくださいね。今こういう状態ですね。上手に炊き上がってますね。もっちりしてますね。たらしゃもじでさっくり混ぜていきます。で冷めてくるともっとこうね、いわゆる皆さんご存知の、お赤飯みたいにちょっと重くミシッと締まる感じになるので、でも炊きたても美味しいんですよね、お赤飯って。全体混ざったら色もいいですよね。ね、綺麗なピンク色、ピンク色、紫、小豆色かな。よそって、やっぱね僕はねごま塩がね、ごま塩ちょっと禁断の味ではあるんですけど、ごま塩がね好きなんですよね。やっぱりなんかうまいんだよな。はい、これでお赤飯完成です。すぐ食べてもいいし、お弁当に詰めたりしてもいいですよね。冷えても美味しいので、はい、おすすめです。さあさあ、どんな感じでしょう。もっちりしてますね。このずっしり感。うまっ。豆のねガサさもちょうどいいんですよ。もち米のねいい香りと、それからもちもち感で、今まだあったかいのでふっくらしてるんですけど、こう冷めるとさっきも言ったようにキュッと締まるんで、またそれもね美味しいですよね、冷めてもね。いや美味しい。レンジで作ったとはちょっとね思えない美味しさですね。それは確かにね、蒸して丁寧に作ったらとても美味しいんですけど、お赤飯ってやっぱり食べたいなと思ったらすぐ食べれないメニューじゃないですか。で基本は、豆を茹でてその煮汁につけとくんですよ、お米を一昼夜ぐらいで翌日できるっていうイメージなんで。でもこのやり方だったら美味しいお赤飯が今日食べれるわけですよね。それがこのレンジお赤飯の魅力ですね。いや本当一度作ってみてください、お赤飯好き。納得のいく美味しさだと思います。ごちそうさまでした。